皆さんこんばんは、ボブジロです。本日は久しぶり皆さんに日本語についての話をしたいと思います。私、日本に来て8月で丸3年になります。自分が大学で1年ほど日本語、標準語を勉強し、その後佐賀に来てから3年で九州の方言も身についてしまいました。それ良かことも悪いこともなかばって仕方なかと思ってる。しかし一つ残念に思っていることをみんなに話したいと思います。それはね、男として話しているつもりなんですけれども、日本人の感覚からしてちょっと女らしい日本語に聞こえませんか？私の日本語は2つの原因により大きな影響を受っています。その1、ほぼ3年付き合っている彼女のゆりのことですが、2年ぐらい同棲している限り、私の喋り方はゆりの喋り方にだんだん似てきました。その2、サービス業に就いた上で接客用語を一生懸命勉強して、今どの場でも柔らかい喋り方をするようになりました。困ってます。だから本日、私の第2のふるさと、この九州男児の居所の探しを歩き回り、いろんな方に相談をさせていただきたいと思います。男らしい日本語を喋れるようになりたいと思います。ということで、愛慶町に向かって行きましょう。YouTube をやってますが、顔映っても大丈夫です。全然いいっすよ。佐賀の方はあんまり聞こえないですが、ゾウとかゼを文章の最後の方に付け加えたら、それは男らしくなります。まあ少しお宅の場合は何をなんか強調したいときはどういう言い方をします？語尾にでしょ。はい。語尾にバイ。バイ。佐賀、九州はバイは通じますか？バイかタイ。行く場合。自分のことはどうやって呼んでますか？俺。自分のこと。おい。あ、僕は違いますね。俺。学生してたから、はい。自分自分。で先輩と一緒の時に自分はでも男らしく言いたいときは俺が彼女に対して。じゃあ俺さ、僕とか私とか、前しばらく自分のことを自分の名前ボビーと申しますが、自分のことはボビーと呼ぶようになってしまって、それは何回もちょっとなんか女らしい言い方と言われたことがあって、それについてアドバイスとかアドバイスはい気も使わん方がいい。いや、それはね、あれやな。僕とか自分の名前はちょっとゲイっぽいんじゃないかな。そうですか。僕は違いますね。腹減ったとか、そういうお腹が空いたと腹減ったという言い方の違いは何ですか？言い方の違いですか？そう、気持ちの違いはないです。一つの方は男らしいとか女らしいじゃなくて気持ちの違い。ないと思います。お腹空いたっていうのは男らしい言い方です。いえ、それはどうやって男らしい？それは男はですよ、背中で語るんですよ。だけこうやる。言葉はいらない。それはお腹が空いたという意味ですか？違います。飲みに誘いたいとき、例えば友達を飲みに誘いたいときは何と言ってますか？飲みに誘いたいと。飲み行こうぜとか。じゃあ仕事の後輩でしたら同じような言い方ですか？ちょっと今度飲みに行こうみたいな。飲みに行かないみたいな感じですね。で、女の子でした。でもまあ大体基本男でも女でも同じ扱いですね。はい。その使い分けをそんなに
そうですね、そんな男としても女としてもやっぱ友達としても使い分けはそんなに変わらない飲み会で、後輩に醤油を取ってくださいと言いたいときは男らしくそうやって醤油取ってくれも男らしく。お前醤油取っちゃらんと。自分の上の人目上の上の人醤油取ってもらっていいですか？醤油取ってもらっていいですか？自分の彼女さんとかお嫁さんに同じお願いしたい。あ、でも一緒ですね。一緒です。後輩とじゃあ親の場合はご両親の場合は一緒です。じゃあ目の上の人でしたらただ敬語を使って人に目上の人だったら願いたいときお願いしたいとお願いしたいとき目上の人にお願いしたいとき先輩、自分はこうだと思います。で後輩でした。お前そうだろ。希望や欲求を表したいときはよくなんとかしたいとか坂の方はしたかとか食べたか飲みたくなかそういう言い方はするんだけどよく若い男の人の言い方で行きたいじゃなくて生きてやりたくねとかそういうのいいんじゃないですか。それはなぜそれは男らしい言い方。いや違う、かったるい言い方。かったるいってわかります？二人は初めてかったるいって言ったらですね、めんどくさい英語で言ったら、なんだろう、やる気がない。どうでもいいよ。それはちょっと難しいんですけど難しい、はい、確かにしてとか、普通したいとかしたくないとかじゃないですか。したいとかしたいとかですよね。その味をは営業に書いて、行きたいは行って、語尾もね、最後のなんとか手とか、そしたら腹いっぱいとか腹いっぺいとかいい。計算がおいでとか。そういうね、難しかね、日本語ね、難しいですね。やっぱね。日本人ってそういうことあんま深く考えてない。当たり前。その言い方が当たり前っていうか、もうそれが普通になってるんですよね。話し方として。はい。いくつかの文章を出しますので、自分の言い方で出すんですが、それを男らしいというか自分らしい言い方に変えてます。それは失礼なことですと言いたいときは、それはどうやって男らしく言えますか？それ失礼やろ、もう。違うじゃない。僕のことを舐めないでください。お前舐めとうぜや。ふざけんなよ。ふざけるなよ。じゃあ僕のことを舐めてください。それはない。言わないです。はい、わかりました。はい。あそこに知らない女の子がおったら、その子に声をかけたいときはなんかそれハイテンションどういう風に喋られたら声をかけられたらギュッとくるのか、この人は男だなという。それナンパ術。ナンパで助言化せんといかん。確かにいや確かにこんな意外でもなんか男らしいですね。どうにかしないといけないですね。はい。日本で。一つ言えばね、彼女に対して俺の後ろを3歩後ろ歩いてるみたいな。いますか？彼女さんで。3歩常に。それ九州男児ですよ。九州男児ますね、九州男児。自分らしくいるのが男らしい。そうですね。もうみんな自分の個性を持ってるんで、みんなそれなりに言い方というのが。結局ね、どこの国の人間でも多分それは共通って思う。とりあえず、黙ってついていこう。その相手に選択をあげていることじゃなくて、こうだろう、自分が決めて、それを従わせる。なるほど。弱肉強食。それを金じゃない。俺はここでお前を買うよ。ここでお前を買うから、お前は俺についてこい。じゃあ、まあ九州男女は基本あんまり喋らない。じゃああんまり喋らない方の
もうクールとりあえずもう俺ついてこい。あそうですか。そうですね。